か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回は韓国4大ボーカリストキム・ナ・パク・イの2番目ナオルさんの同じ時間の中の君같은 시간 속에 너という曲をカバーします。去年風の記憶というナオルさんの代表曲をカバーしたんですけれど、あの曲が本当に難しすぎて若干ね、ナオルさんの曲トラウマかつ黒歴史なんですよね。毎週曲をねリリースしているんですけれども、毎週なんか同じってことはなくて、よく歌えたなっていう週と、今週ちょっといまいちだったなと思いながら出してる週とあるんですけれども、自己評価では去年で一番歌えてなかった曲がこの風の記憶だと思っております。それでナオルさんはもうやめようかなと思って1年過ごしてきたんですが、歌の実力も1年前に比べたら伸びてきているので、今ならもう少し歌えるかもしれないということで、今回再挑戦してみることにしました。去年12月の最終週にはペンギンさんからのリクエストでイテウォンクラスの OST スタートという曲をカバーしたんですが、もしこのリクエストがなかったらナオルさんのブラウンアイズ時代の名曲ボルソ1년という曲があります。もう1年っていう意味の題名なので、この曲をカバーしようかなとぼんやり考えていたんですね。でこの曲はドラマ賢い私生活でもバンドカバーされていた曲だったので、ラジオの話題的にも事欠かないし、いいかなと思ってたんですけど、最近改めて聴いてみたらこの曲難しすぎて、まだまだ歌えそうになかったんで、本当にリクエストありがとうございました。これね、ナオルさんの曲カバーしてたら年末にまた黒歴史をね量産するところだったなと思って、本当にありがたく思っております。ナオルさんはね、すごく喉が強い方だと思うんですよね。個人的に声帯マッチョだと思ってるんですけれども、A メロで息を絞って細く声を発声していても歌声に厚みがあるんですよね。普通の歌手だったらかすれるような声の出し方をしてても結構鳴って聞こえてくるんですよ。なのでナオルさんのような歌声で歌おうとして音色から真似して歌うと、一般人はね喉を潰します。これがね去年の私の失敗だろうなと思ってるんですよね。でナオルさんの歌声は歌声そのものの音色を真似するんじゃなくて、鳴っている歌声からナオルさんがどうやって体を使って出している声なのかっていうのを想像して、その体の使い方だけを真似するっていう風にやってカバーしていった方がいいんですよね。でそうやって自分の喉に歌をフィッティングさせていくことを意識すると、自分らしい表現も出てくるっていうことでですね、今年はちょっとその点を意識してカバーしてみました。これはいろいろな歌手の曲をカバーしていく中で私が気づいたことでもあるんですけれども、まさに最近のトピックスでナオルさんの歌の中で完全に自分らしさを表現しているというね、素晴らしい歌手様の素晴らしい曲が最近発表されましたので、ちょっとその話に入っていきたいと思います。こちらはまさに先月の話なんですけれども、ナオルさんがバラッドポップシティというですね新しいプロジェクトを始めることが発表されました。これはナオルさんが作詞作曲プロデュースをして、曲ごとにボーカリストを招いてバラード曲を一緒に作成していくというプロジェクトです。いわゆるこれ客員ボーカル制だと思うんですよね。ユン・ジョンシン先生とか、あとユ・ヒヨル先生がねトイでやっていたような客員ボーカルをナオル先生もされるということで、月刊ナオル先生という感じで発表されてくるみたいですね。そしてこのプロジェクトの最初のテーマが別れで、このバラードポップシティの訪問を開いた最初の歌手がなんとこの番組でおなじみバラードの皇帝ソン・シギョンさんだったんですよ。でこの曲が12月の27日にリリースされていて、本当に素晴らしいのでね、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいです。アップンナル辛い僕をというタイトルの曲なんですが、もうイントロがね本当にナオルさんおなじみの90年代を彷彿とさせるようなエレクトリックピアノの音色から始まって、
また A メロのねボーカルラインも完全にナオルさんのメロディーラインの曲なんですけれども、曲が進んでいくにつれてだんだんシギョンさんの声にね馴染んできて、シギョンさんの曲に聞こえてくるんですよね。でこれが聴いていると本当に不思議な感覚で、ナオルさんとシギョンさんのお二人の感性が綺麗に混ざり合っている感じなんですよね。どちらが出過ぎているっていう感じがなくて、で楽曲へのリスペクトがあって、また歌手へのリスペクトがあるっていうことが伝わってくるようなね素晴らしい作品なんですよ。でナオルさんとソン・シギョンさんはこのプロジェクト以前にはそこまで深い交流があったわけではなかったようなんですね。で最初にこのプロジェクトを始めるために親交を深めるという目的で一緒にご飯を食べに行ったそうなんですけれども、シギョンさんはね酒豪で有名ですよね。もうすごくたくさんお酒を飲まれる方なんですが、一方のナオルさんはねお酒飲まないそうなんですよ。なのでこのインタビュー記事の中でナオルさんが、僕がお酒を飲めたらもっと良かったのになというふうにね残念がってたというエピソードが公開されておりました。でこちらの曲のねリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんも聴いてみてください。さてでは続いて今日カバーする曲の話題に入っていきます。今回は同じ時間の中の君같은 시간 속에のという曲をカバーするんですが、この曲は2015年にブラウンアイドソウルのソロプロジェクトで発表されたナオルさんのソロ曲ですね。この曲は別れを歌っているんですけれども、なんかね諦めに近いような感じなんですよね。別れをテーマにした曲でも別れを受け入れられないタイプの曲っていうのも多いじゃないですか。例えば戻ってきてくれとか、まだ僕たちは終わりじゃないと信じているとかね、君を手放せはしないとか、死ぬほど辛いみたいなねこういう表現が出てくる韓国バラードっていうのはたくさんあるんですよね。で私はこういう方面のもう諦めないぞっていう曲も大好きなんですけれども、今回の曲同じ時間の中の君という曲はですね、別れを受け入れて自分の中で2人の愛を終わらせていく、その感情を処理していく過程での痛みが歌われているような曲です。同じ時間を同じ場所で過ごしていた2人が同じ時間軸にいながらも別々の人生を生きていくと、その事実や痛みを僕は静かに受け入れるんだよといったような内容が歌われております。では歌詞の紹介に入っていきますね。まず A メロの部分です。꼭 그러지 않아도、必ずしもそうじゃなくても충분히 널 이해할 수 있어、十分に君を理解できるよ。다른 사람 곁에 서 있는 네 모습이、違う人のそばに立っている君の姿は조금 어색하지만、少しぎこちないけれどという歌詞から始まります。もう自分の元彼女には新しい彼がいるっていうことですよね。で違う人の横に立っている姿っていうのを見て、それを受け入れようとしているという描写から始まります。そして B メロの歌詞に行きますね。이제 우리 같은 시간 속을、もう僕たちは同じ時間の中を남처럼、他人のように그렇게 걸으면 돼、そうやって歩いていけばいいんだ。달아나도 가지 못할 기억 간고、逃げ出しても進めない記憶を抱いてという直訳になります。でこのね前半部分、同じ時間の中を他人のようにそうやって歩けばいいんだというところでね、これタイトルが回収される構成になってますね。同じ時間の中の君というタイトルがどういう意味の歌なのかというのが語られている歌詞です。で B メロの最後の部分ですね、逃げ出しても進めない記憶を抱いてというのはちょっと詩的な表現になるんですけれども、おそらくこの別れの辛さから自分が逃げ出したとしても前を向いて進むことはできないだろうと、この2人の愛の記憶を抱きしめながらそうやって思っているっていうニュアンスだと解釈しております。そしてサビの部分の歌詞ですね。아무 말도 하지 마요、何も言わないで、
더는 안 된다는 거 잘 알아요. これ以上はダメだということをよくわかっているよ。많은 날들이 아무 의미 없진 않겠죠. たくさんの日々には何の意味もないはずがないでしょう。멀어지는 바람처럼 遠ざかる風のようにというね、ここも若干直訳風の訳にしたんですけれども、もう新しい彼と新しい日々を歩んでいる彼女の姿を見て、もう自分との関係は終わりだろうっていうことが分かってるっていうことですね。これ以上はダメだってよく分かってるよということを言っています。でも一緒に過ごした日々に意味があるはずだよねと心の中で彼女に問いかけつつ、そして自分も励ましているような内容になっております。では曲を聴いてみてください。ナオルさんの同じ時間の中の君という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はカラオケ音源はピアノ1本で作りました。少しナオルさんの原曲のイメージから離れて、今回はね女性らしさを出したかったんですよね。私が思う歌の中での女性らしさっていうのは男性よりもちょっと執着は薄いんですけど、しょんぼりしてるっていう感じですかね。なんか張り裂けるような悲しみを叫ぶっていうよりは、しんみりと寂しさをかみしめているようなイメージで、ちょっとね声も細めの裏声寄りで歌ってみました。フレーズの途中ですごく高い音が出てくるんですよね。우리를 스치는 안개처럼というふうにね言っているフレーズです。あそこは僕らをかすめる霧のようにという意味になるんですけど、안개처럼のチョロンのところだけ本気の地声を出しました。声帯をねガチッと合わせて強く鳴らす叫びに近いような声の出し方なんで、正直ね喉にはあまりよろしくないんですね。なのでフレーズは一発撮りです。で練習でも1日1回までにしてましたね。喉痛めるといけないんでね。曲ではねつながってますけど、実際には高音のところをガーッと出した後ちょっと休憩してから転調サビを取っているので、あまりね真似しないようにしてくださいね。ああいう歌い方をね、やっぱ皆さん喉の健康を大事に歌っていた方がいいのでね。はい、そんなわけで、今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しております。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。そして3月のリクエスト企画、まだ数曲の余裕がありますので、リクエストあれば送ってください。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。